この動画はリゴルの提供でお送りします。いやー、またリゴルからオシロスコープの新製品が出ました。今回はなんとリゴル初の8チャンネル12ビットのオシロスコープ DHO5000 シリーズです。ここを見てください。8チャンネル分のアナログ入力が並んでいますね。かっこいいです。ということで今日はこちらのオシロレビューしていきます。まず内容物を確認していきますが、こちらのオシロスコープ本体、そして電源ケーブル、USB ケーブル、そしてチャンネル数分のパッシブプローブがついてきます。このプローブはリゴルの中でも上位モデルについてくる結構いいパッシブプローブです。500MHz までいけます。というわけで早速電源入れていきます。ポチッと。はい。起動時間は50秒でした。8チャンネルオシロスコープとしては速い起動速度かと思います。他社メーカーですとだいたい1分から2分ぐらいかかることが多いです。まず正面を見ていきます。今日レビューしていくのは DHO5108 です。1GHz、4GB サンプリング、12ビットオシロスコープです。こちらに8チャンネル分のアナログチャンネルがあります。すべて BNC 端子です。入力インピダンスは 50Ω と 1MΩ の2種類に切り替えができるようになっています。50Ω 入力は高性能オシロには必須ですね。入力端子をもう少し詳しく見ていくと、リゴルのアクティブプローブが使えるように電源供給の端子がついています。今回こういったアクティブプローブをいくつか借りているので、後で試してみます。ちなみに操作はタッチパネルです。右側にあるボタンの配置などはよくある構成です。当然ですが8チャンネル分のボタンがあります。次は本体裏側見ていきます。左側に複数台のオシロを同期して波形を取得するための 10MHz 入出力があります。そして外部トリガー AUX アウトです。真ん中にはベサ規格のディスプレイアームの取り付け穴があります。オシロ自体の重さが 5.3kg なので全く問題なくアームに取り付け可能ですね。ここにゴムで隠れているのですが、外付けバッテリー用の接続端子があります。外付けバッテリーを使うことで交流電源不要で動作可能です。ただ、バッテリーなどのスペックは公表されていないので、実際どれくらいの時間使えるのかは不明となっています。ちなみにオシロスコープの消費電力は 180W 程度です。そこそこ消費電力はありますね。これだけの消費電力をバッテリーから供給するのは大変なので、大容量のポータブル電源を使うのが最適解かなといったところです。ちなみに電源は内蔵されているタイプです。前に発売された DHO900 がこちらにあるように USB Type-C での給電でした。電源からのノイズの影響とか色々受けると思うので、実績のある内蔵電源を使うのが良いでしょうということかと思います。そして画面接続する HDMI、USB 接続、LAN ポートです。今時のオシロは大体できると思うんですけども、ネットワーク接続してリモート環境で操作できるようになっています。でですね、リゴルオシロスコープ恒例の分解もやろうと思ったのですが、こちらのオシロスコープ実はまだ日本に1台しか入ってきていないものになります。なので残念ながら今回は分解はできません。私がレビューした後にもデモ予約が何件も入っているみたいなので、分解して壊したら結構な迷惑になってしまいます。日本にある程度の台数が入ってきたら分解できるようにお願いしてあるので、そのうち分解します。その時はですね、リゴル渾身の8チャンネルオシロスコープの中身を皆さんにもお見せできます。分解できない代わりにある程度情報は引き出せたのですが、リゴルは自社でアナログフロントエンド IC を設計していることはご存知かと思います。こちらの DHO5000 シリーズについては最新の第3世代のフロントエンド IC を搭載しています。これより前に発売された12ビットオシロの DHO800、900、1000、4000は第2世代のものを搭載しています。ですのでこれが最新のものになっています。実際レビューに入る前にリゴルの12ビットオシロスコープの歴史について簡単にまとめます。これまでに一見チャンネルではリゴルの12ビットオシロスコープを全て紹介してきていますが、ラインナップがだいぶ増えてきているので、ここで改めてまとめてみます。まず2022年に12ビットオシロスコープの DHO1000 と4000を発売しました。これはリゴル初の12ビットオシロスコープです。DHO1000 は周波数帯域 200MHz までの比較的安く買える12ビットオシロスコープです。DHO4000 はもうちょっと高性能にして帯域は 800MHz、アクティブプローブなんかも使えるアナログ入力を持っています。これら2つはランク的には中の下から中の上くらいをカバーしているものになります。その次の年の2023年に小型廉価版12ビットオシロの DHO800 と900を発売しました。価格が非常に安くて税抜き45,000円から14万5,000円で購入できるかなりナイスなオシロです。周波数帯域は 70MHz から 250MHz までカバーしていて、性能の割にものすごく安くてコスパ抜群となっています。念のためですけども12ビットです。この価格で。
DHO900 の上位モデルについてはデジタル入力や波形生成機能もあるので、本当にこれ1台でかなり幅広い実験ができてしまいます。そんな12ビットオシロスコープです。これらはランク的には下の上くらいまでをカバーしているものです。そして今年になってまた12ビットオシロスコープを新しく発売してきました。リゴルはオシロスコープについて毎年新製品をリリースしていて本当に開発速度が速いです。今日レビューするものは DHO5108 ですが、これはシリーズの中でも最上位のグレードのものです。DHO5000 シリーズで4グレード。これと同時に16チャンネルのデジタル入力と2チャンネルのファンジェネ機能もある MHO5000 シリーズも出してきて、そちらも4グレードあります。なので今回合計で8グレードをですね、発売してきているわけです。もうめちゃくちゃですよね。ちなみに性能的なランクで言うと DHO5000 シリーズは中の上から上の下くらいをカバーしています。詳しいラインナップについては動画の後半で紹介します。ということで実際に使っていきます。操作はタッチスクリーンですね。これについてはほとんどのオシロで標準的な仕様となっています。感度が悪くてイラつくみたいなことはありません。ただタッチの感度と実際に操作する時の反応速度は別物なので、これについては後で検証します。オシロスコープの UI は DHO シリーズは全て共通となっています。ただ種類によって使える機能が追加や削除などをされているので、その部分で差はあります。左下のリゴールマークからメニューを開いて、そこから各機能に飛んでいくようになっています。上にバーがありますが、こちらはホリゾンタルの設定と、そしてトリガー設定のショートカットです。右上にスライドバーがありますが、こちらは各機能へのショートカットとなっています。ここら辺については特に変わりなくといったところです。次は全体的な使い方について見ていきます。こちらのタッチパネルでチャンネルのオンオフもできますし、こちらのボタンでもチャンネルをですね、オンオフすることはできます。好みで使い分けですね。ちなみにタッチパネルの方でチャンネルを下にスワイプするとチャンネルをオフにできます。前の世代ですとここら辺のタッチパネルの感度があまり良くなかったんですけども、これはかなり改善していますね。波形の振幅方向の移動であったり、時間軸方向の移動なんかタッチパネルでも右側にあるノブでもできます。一見の場合はノブを使って調整することが多いですね。あとは時間軸の調整であったり、振幅の調整なんかも同じようにタッチ操作でできます。これも当然ですが、ノブを使ってやりますね。ノブの方がやりやすいですね、基本的には。ここでチャンネルを選択すると、チャンネルの設定画面に飛んでいきます。上の方にここ数字あるんですけども、こっちを押すと、他のチャンネルに設定できるようになります。ちなみに今回は入力インピーダンスが 1MΩ と 50Ω あります。受動プローブをつけていると 50Ω 選択できないので、一回取り外しましょうか。そうするとですね、表示が変わってこんな感じで 50Ω と 1MΩ を選択できるようになります。こちらでも選択できますね。カップリングの設定なんかはここを押してもできますし、あとはここですね、ちょっと細かいんですけども、ここの部分を押してもグラウンドであったり DC/AC の調整ができるようになっています。ここでオフセットの調整もできるようになっていますし、あとはバイアスの調整もできるみたいですね。オフセットは軸の0のところを調整するのに対して、バイアスは本当に波形にバイアスをかけるような形になっています。せっかくなのでこちらのアクティブプローブも試してみます。こんな感じでカチッとつなぐと、はい、プローブが認識されて、ちゃんと型番も認識されてます。全く問題なく使えそうな感じですね。こちらの画面左のプローブを選ぶと、こんな感じでプローブの倍率を選べるようになっています。外付けの電流プローブで倍率を設定するのに使ったりします。ちなみに今回使っている受動プローブなんですけども、認識する端子がついているので、接続すると自動的に、もうちょっと待ってくださいね。はい。こんな感じで認識されて倍率も決まってしまいます。元の画面に戻って今度アクイジションのところを見てみると、こんな感じで波形の取得について選べると、ノーマルアベレージ、ピークと、そしてハイレゾモードです。標準的な14ビットと16ビットですね。ハイレゾモードは実質移動平均をかけているので、その分帯域は低下します。ちなみにこれより前の DHO シリーズでは、ウルトラアクワイアというウォーターフォールモードのようなものがあったのですが、今回からなくなっています。結構使いにくいですし、いまいち使いどころがですね、わかんなかったんですね。なので、それでなくなった可能性大です。使い勝手を良くしてどういったところでですね、使うっていうのをもっとちゃんと説明してもらえると使う人も出てくるかと思うので、もっと使いやすい形になって再度出てきてほしいです。で、今度また戻ってメジャーを見てみましょう。メジャーは波形の振幅方向であったり時間軸方向、あとはその他のデータをですね、測定できるようになっています。ここら辺一時停止してみてください。
こんな感じで押してみると画面の右の方に測定結果が出てきますね。消したい場合はスワイプすれば消えます。こういったメジャーの情報を一気に見てみたい場合どうするかというと、メニューのところから Windows、そしてオールメジャーを選びます。そうすると、こんな感じで表になって選べるわけです。でですね、こちらのオールメジャーはですね、実は一つのチャンネルしかできないんですね。これ全部のチャンネルでですね、やるとなかなかいいんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと性能的に難しかったりするんですかね。どうでしょうか。ちなみに全部は測定しなくて、特定の情報だけ測定したい場合は、こちらのメジャーをですね、押してあげると、こんな感じでなります。そして、こういう風に見たい情報をですね、どんどん足していくと、8チャンネル分、そしてマスの分も選べるようになってます。これはなかなかいいですね。ちなみに DHO シリーズ、こんな感じで、ウィンドウの表示をですね、変えていくこともできます。移動していく感じですね。こういう風に縦にも並べられますし、先ほどみたいな横にこういう風にどんどんと並べていくような形もできるようになっています。でですね、これちょっと一つだけ不満があるんですけども、それ何かっていうと、今波形8チャンネル分出していますよね。このチャンネル1から8までの波形はですね、実は一つのウィンドウにしか入れられないんです。こういう風にウィンドウを入れようとしても、XY とマスとメジャーを入れられるだけで、こういった風にですね、波形を移すっていうことがですね、できないんですね。前から思ってたんですけど、波形を分ける窓っていうのをですね、絶対に作った方がいいです。特に今回8チャンネルモデルなわけじゃないですか。波形が一つの窓にしか入れられないと、こういう風に重なっちゃってなかなか見にくいんですね。これ波形を分けられるようにした方が絶対使いやすいですし見やすいので、リゴルの開発陣にですね、ウィンドウを分けて波形を表示できるようにですね、要望していきたいです。先ほどのメジャーのところから戻って今度はトリガーを見てみましょう。こちらでトリガーを選べるのですが、アナログ系もロジック系もかなり充実している印象です。ちなみにこちらの CAN、RIN、MIL、FLEX、RAY と I2S のトリガーとデコードについては有料オプションが必要なので注意してください。トリガーのスイープはこちらで選べるようにもなっていますし、物理ボタンの方からも選べるようになっています。ただ、ノーマルのスイープについては物理ボタンではないので、こちらの画面の方から選択してあげる必要があります。出現頻度の低い波形なんかはノーマルのトリガーで取ることが多いんですけども、いちいちですね、画面を開いて選ぶっていうのも、なかなかめんどくさいんで、次回新機種が出るときにノーマルトリガーのボタンもぜひ追加してほしいです。こちらの画面よく見てみると、なんと右下の部分にゾーントリガーがあります。今回の DHO からゾーントリガーが使えるようになりました。ただ、設定できるゾーンの数は少なくて2つが上限です。2つのゾーンの AND と OR どちらかを取れるようになっています。ゾーンの数もうちょっと増やしてほしいですね。8個ぐらいあると結構いいかと思います。ゾーンの設定ですが、メニューからこちらのドローレクトのところを選ぶとゾーンを作ることができます。で、ゾーン A を作って、で、ゾーン B を作ると。置き場所なんかはこちらで選べるようになりますし、ゾーンの大きさもこんな感じで調整できます。結構反応はいいですね。ゾーンの設定はここを押すと、こういう風に選べるようになっています。交差するしないも選べますね。実際にゾーントリガーを試してみます。こちらにあるファンクションジェネレーターを使って波形を出します。ちなみにこちらも同時発売となるファンクションジェネレーターです。チャンネル2つあるんですけども、それぞれ絶縁となっています。こんな感じでエラー波形が出ていますが、ゾーントリガーを使っていない場合、エッジでトリガーをかけるか、ラントでトリガーをかけるかといったところですね。例えばこんな感じでエラー波形が来るまで、ひたすらシングルを押して、それが来るのを待つと。シンプルというか、あんま頭の良くないやり方ですけども、こういったやり方もあります。なかなか来ませんね。もうちょっと広めに取りましょう。来ました。こういった連続した波形が来るのですが、ところどころパルスが抜けている箇所があります。その抜けた後、完全に立ち上がるものもあれば、こんな感じでラントパルスみたいな感じでうまく立ち上がっていない信号もあると。こういったところでちょっとゾーントリガーを試してみます。こちらの波形を見てみると、エッジが下がった後に次のパルスが来ないといった状況です。ですので、そういったゾーントリガーをかけてみます。ここ下がったところで、次1パルスが来ないと。こんな感じですかね。設定したゾーンに波形が何もない状態でトリガーがかかるようにします。シングルでトリガーを押していますが、ちゃんとうまいことトリガーかかっていますね。さらにこういったラントパルスもありますが、ここにもゾーントリガーをかけてみます。ゾーン B をオンにして、次のパルスでこういったトリガーをかけてあげましょう。そうすると、こんな感じで、こっちにはかかんないで、
こっちだけにかかるといった、そういったことができるわけです。これがゾーントリガーです。次は12ビットについての測定なんですけども、特にアナログフロントエンドから出ているノイズがどれくらいかを見ていきます。せっかくの12ビットオシロスコープでも内部で発生しているノイズが多いと、ビット数が多くなったメリットを活かすことはできません。なぜかというと、測定したい波形がオシロスコープのノイズの中に埋もれてしまうからです。そうなると有効なビット数が減ってしまいます。だから12ビットオシロスコープは低ノイズであることが非常に重要なんです。リゴルが製品ページで低ノイズを強調しているのはそういった理由があるからなんですね。これから測定していくのですが、リゴルのオシロはこんな感じで振幅軸を拡大していくと帯域制限がかかってくるので、その点だけ注意です。こんな感じです。1マス 1mV ですと帯域制限はかかりませんが、これよりも小さくしていくと 250MHz の帯域制限がかかりました。さらに小さくしていくと 20MHz。といった具合で帯域制限がかかります。ちなみに1マス 100μV が最小です。帯域制限がかかっている分だけ性能は高く見えるので、その点だけは注意が必要です。では実際に見ていきます。入力インピーダンスが 1MΩ の場合です。このように実行値はだいたい 60μV 程度になっています。ピークですと 500μV くらいかなといったところですね。次は設定を変えて入力インピーダンスを 50Ω に設定します。帯域制限がかかる前の1マス 1mV で 115μV RMS、1.1mV ピークといったところです。1マス 500μV にすると 250MHz の帯域制限がかかりますが、その場合 61μV RMS、590μV ピークといったところですね。さらに、こういう風に振幅を細かくしていって、1マス 100μV ですと 20MHz の帯域制限がかかって 24μV RMS、240μV ピークといったところです。ちなみに集団抵抗をつけてもちょっとオフセットが乗るくらいで、こちらのノイズ自体はそこまで大きな変化はありません。こちらの 24μV っていう数字は結構低ノイズかと思うのですが、帯域制限がかかっているので参考程度にした方が良さそうです。ちなみにこういったノイズなどを考慮したビット数を有効ビット数と呼びます。データシートを見ると8より大きいと記載があります。これはですね、他社の12ビットオシロスコープと比べても標準的な値です。次は AD 変換器のサンプリング速度について見ていきます。これまでの DHO シリーズは2つのチャンネルで1つの AD コンバーター IC を共有していました。DHO5000 がどうなっているのかは分解しないとわかりませんが、1チャンネルだけ動いていると1秒間に4ギガサンプルが最大となっています。これを2チャンネル同時に動かすと、このようにですね、サンプル数の上限が下がりました。毎秒2ギガサンプルとなっています。ですので、やはり共通の IC で動かしているのだと思います。分解しませんでしたが、いろいろと調べてみた結果、DHO5000 ですと1チャンと2チャン、そして3と4、5と6、7と8、これらのペアが AD コンバーターを共有しています。こちらの周波数帯域 1GHz に対して2チャンネル同時で動かすと2ギガサンプルなので、本当にサンプリング定理ギリギリのところで動作しているといったところですね。実際に見ようと思ったら 800MHz くらいが上限といったところです。ちなみにチャンネルの1、3、5、7を組み合わせて使うと4チャンネル使っていても最高4ギガサンプルのままです。ですのでどのチャンネルを組み合わせて使うかはよく考えて使う必要はありますね。ちなみにチャンネル2、4、6、8の組み合わせはどうなのかというと、チャンネル2を使うとなぜか強制的に上限が2ギガサンプルになってしまいます。4、6、8の組み合わせですと4ギガサンプルのままで問題ないのですが、チャンネル2を使うとなぜか強制的に2ギガサンプルまで落ちてしまいます。この現象についてリゴルのエンジニアに確認したところバグではないことが分かりました。チャンネル1をトリガーソースとしていると画面上ではチャンネル1は有効になっていませんが、内部的にはチャンネル1は有効な状態となっています。その状態でチャンネル2を有効とすると表示はチャンネル2だけが有効となっていますが、内部的にはチャンネル1とチャンネル2の両方が有効になっています。その結果としてサンプリング速度が半分になるということでした。やはりチャンネル1とチャンネル2で一つの IC を共有しているということです。次は反応速度ですね。反応速度はそこそこいいです。例えば8チャンネル全てをオンにして操作していますけども、そこまで重くなることはありませんね。若干もっさりしますけども、許容範囲内です。ただこれはですね、メモリの長さをオートで使うか、それともマニュアルで使うかで結構変わってきます。メモリ値を最大にするとですね、やっぱり結構もっさり感と言いますか、
そんな感じがしてきます。なので普段のメモリー値は短めか、それかオートに設定しておいて、データを取るときだけロングメモリーで使うといった感じが良さそうです。ちなみに今、マス機能を使って4チャンネルすべてで FFT をしているっていう結構な激重処理をしているのですが、だいたいこんな感じの操作感ですね。やっぱり重くはなりますね。これについてはもう仕方ないかと思います。タッチ自体の感度はいいんですけども、その操作遅延みたいのがやっぱり結構出てきてしまいますね。ここまでで一旦測定については終了します。次は DHO5000 シリーズのラインナップについて見ていきます。今回ですね、DHO5000 シリーズというアナログチャンネルだけがあるシリーズ、それに加えて MHO5000 シリーズというミックスドシグナルオシロスコープも出しています。アナログ入力とデジタル入力、そしてアナログの出力もついているタイプが MHO です。これが今回発売した DHO5000 シリーズと MHO5000 シリーズです。それぞれ4グレードずつ発売しているので、合計8グレード同時発売となります。チャンネル数と周波数帯域、デジタルチャンネル数、信号発生器の有無、価格についてまとめました。周波数は 1GHz か 500MHz の2種類が用意されています。サンプルレートは最大 4GHz ですが、使っているチャンネル数に合わせて 2GB サンプルまで低下します。まあこれについてはリゴルの仕様ですね。ちなみに今回周波数帯域のアップグレードオプションが用意されています。後から帯域を上げることも可能なので、購入するときに予算が足りない場合なんかは、とりあえず周波数の低い 500MHz を選んでおいて、後からアップグレードするなんていうのもありです。チャンネル数について一番高いグレードで8チャンネルです。DHO5000 については4チャンネルのグレードも用意されていますが、これはですね、正直買わなくてもいいかなとは思っています。多分買う人もそこまでいないですね。もし4チャンネルのものを検討しているようであれば、これの兄弟機種である DHO4000 を買った方が価格的にもですね、だいぶ安くなるかなといったところです。次、MHO シリーズですね。MHO5000 シリーズについては最大チャンネル数が6チャンネルとなっています。2チャンネル分減った代わりにですね、デジタルチャンネルが追加されています。ちなみにデジタルチャンネルを使うためには別売りのロジックプローブを購入する必要があります。ライセンス購入などは必要ありません。デジタルプローブは価格が3万円ちょっとくらいで発売予定となっています。1つのプローブで4チャンネル分なので、16チャンネル全部見ようと思ったら4つのロジックプローブが必要になるわけですね。3.1 万円が4つ必要になります。動画内でも説明があった通り、一部のプロトコルのデコードについては優勝のオプションが必要になるので、その点だけは注意してください。こちらが実際の製品画像ですが、アナログチャンネルが減ったところにデジタルチャンネルが追加されています。よく見てみると USB-C のような形状の端子が見えて、そこにロジックプローブを接続するようになっています。そして DHO5000 の一番下の2つについては、アナログチャンネル数は4チャンネルになっていますが、デジタルチャンネルに加えて信号発生器がつくようになっています。こちらは 50MHz の2チャンネルなので簡単な実験に使えるレベルの性能は持っているようです。実際の製品写真はこんな感じですね。いろいろな機能が使えるぞっていうなかなかいかつい見た目をしています。ちなみに信号発生器はオプション扱いとなっていて、使えるようにするためには別途ライセンスが必要になっています。リゴルのセールスマネージャーに聞いたところ、10万円ちょっとくらいでライセンス販売となるようです。さらにこのオプションをつけるとボード解析を描画できる周波数応答解析もできるようになります。DHO900 であったようなやつですね。最後、価格についてです。リゴルの安い価格帯のオシロに慣れてしまっているので、200万円とか、100万円台ですね。高額に見えるのですが、8チャンネル12ビットのオシロの相場からするとかなり安い部類に入っています。同じ 1GHz 帯域で8チャンネルの他社のオシロスコープの価格が380万円から800万円台後半といったところです。もちろん機能とか細かい仕様の部分で差があるので単純な比較はできないのですが、それを考慮したとしてもだいぶですね、攻めている価格になっていると思います。一見的にこの中からどれを選ぶのか簡単に考えてみます。まず DHO5000 シリーズの中では 1GHz のモデルですね。単純に一番性能の良いものを買っとけということです。予算が足りない場合は 500MHz のモデルを買っておいて OK です。今回のモデルは周波数帯域のアップグレードがあるので、後でオプション買ってアップグレードすればいいかなと思います。そして4チャンネルモデルについてですね、これは正直あまり選ぶ人はいないんじゃないかなといったところです。実際私もこの中からだったら4チャンネルモデルは選びませんね。
MHO シリーズについては結構悩むところですね。アナログの多チャンネルとデジタルを同時に見たいっていう人は、6チャンネルの 1GHz、デジタル16チャンネルのモデルを見ておくと良さそうです。1GHz を買っておくとちょっと速いアナログの信号も見れますし、それと一緒にマイコンとかから出ているロジック信号も一緒に見れちゃう感じですね。あとは4チャンネルのモデルでデジタルと信号発生器が一緒になったモデルもなかなか良さそうです。これについては割とオールインワンな使い方ができるかなといったところです。オールインワンって言うとよく聞こえるんですけども、逆に言うとですね、中途半端な感じにはなってしまいます。とりあえず 500MHz のモデルを買っておいて、後で必要になったらアップグレードするといったところですね。そういう風にすると価格も税抜き 78.8 万円とだいぶ下がってきて手が出しやすくなってきます。というわけで、リゴル初となる8チャンネル12ビットオシロスコープの DHO5000 シリーズをレビューしてきました。リゴルが12ビットオシロスコープを発表してから2年しか経っていませんが、なんとですね、8チャンネル12ビットオシロスコープを出してきたわけですね。開発スピードが非常に速くて驚かされます。価格も8チャンネルオシロスコープとしてはかなり安い部類に入ってきていますので、皆さんもぜひですね、検討してみてください。概要欄にリンクがあります。ですね、やっぱり8チャンネルってことなんで、使う用途がですね、多分パワーエレクトロニクスとか、電源の開発であったり、モーターのインバーターの開発であったり、そういったところで使われることが多いと思うんですね。せっかくアクティブプローブを使える端子があるので、高電圧作動プローブをこのアクティブプローブとして使えるようになってもらうと、もう言うことなしなんじゃないかと思います。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。